から何人ぐらい女優と絡んだことありますか？年間500人、500現場ぐらいやったの。もっとパイン食べてくれよって言う。パイン男優になりたいと思ったらわお。じゃあ、さっき足好き、足好きって言ってたから、足好きなのよ。足以外の性癖はなんか足以外はね、トップ3ある？フェチズムっていう意味では足でしょ。別に順番はないけども、足、おお、唇かな。わあ、でもすごい細かい。あんまり見られ、まあこれよく見られるけど、じゃあ足の裏何がエロいんですか？足の裏は普段見えないところだからエロいのよ。あんまりケアしてない女性でも好き？それはね、こだわりを言っちゃうと、ふわふわな足の裏が好き。私も。性癖じゃないけど、綺麗だとやっぱ綺麗な足ですねとか。舐めたくなるけど別にここがうずうずしちゃうではない。でも舐めたくなるんだ。くすぐったいからなんかいじめたい、自分の彼女とか。その顔で見ないでよ。パーツで言えばそれで、まあその3つで、あとでするって言ったらニューハーフが好き。いや、私も好き。どんなグータッチ。なんでニューハーフが好きなの？なんでニューハーフが好き？やっぱ美人？ちょっとまあ女と思ってるけど、ちょっと雰囲気がちょっと違う。まあ男でもないけどかっこよさも入ってるし、女の部分ももちろんあるから混ざって、なんかすごい女神な雰囲気がある。自分が付き合ったニューハーフの女の子はなんか女神といつも思ってた。なんか強くて綺麗で、私がなれない女になってる。じゃあ憧れがあるんだ。憧れもあるけど、防犯国みたいな女の子だった。だからその雰囲気わかる？ワンピースの防犯国。じゃあ背が高くて、そう強くてスタイルがいいんだね。そう、イエス。好き。あとももちろんエッチ。そうだね。だ僕がニューハーフ好きなのは、初めて撮影でニューハーフものをやった時に、プライベートではなかった？なかったの。テレビとかでは見たことはあったよ。そのニューハーフとか、日本ではもう今言わないけどオカマっていうね、そういう人たちがいて、まあ面白い人たちだと思うね。でもそこにエロさというのはあんまり感じてなくって、でも撮影現場であったらなんかね、すごい、だからおっぱいやるのについてて、でそのがね大きくなってくのがすごく嬉しかったのよ。確か。だからホルモン飲んでる、ほとんどみんな。でもね、その人はね立ってたのよ。いや気持ちいいんだっていうのがすごいわかるわけよ。同じあるもの同士。確か。最初はちょっとどうなっちゃうんだろうと思ってしたんだけど、それも全然嫌じゃなかった。というのは、僕ねセルフをしてたのよ。わこうやってすごいできる。今もできないけど、昔はヨガ行ってください。そうヨガ柔軟をやってってできたのよ。酢を飲んでね、お酢を飲んで風呂上がりに柔軟してたらセルフができるようになったの。すごい。でもね、これまた話がそれるけど、大丈夫？セルフで発射までいけるようになったのよ。どこで口内発射。それ相当変態。で口内発射をでもした瞬間に寝違えるみたいなね、背中がね痛くなるの。で発射の瞬間って何か違う神経の通り方をするんだと思う。進化したと思う。ポケモンみたい。ポケモンまた怒られるよ。ニンテンドかめちゃくちゃ怒られるでしょ。全然関係ないもんね。いや、進化したそう新しい森くん。それでだから自分のだけど舐めてたから、舐めるってことに抵抗がなくて、しかもうまいって言われたのよ。いやーナイス。だからニューハーフに対してすごく好印象というか、楽しいってなってた。よかった。で20年やってるから多分もう全部クリアしたと思うけど、今までやったことないけどやってみたいプレイ何かあるんですか？ないでしょ。もう全部クリアしたんじゃない？やってみたいのは、ラレっていうのをやってみたい。なんでゲイのものとか行かない？ゲイのものも出てるけど、ゲイものに出る時ってさ、僕は立ちの攻め役でしか呼ばれないわけよ。で僕をメインで僕を攻めるっていうゲイものってさ、ニーズがないわけよ。でもあると思う。ムキムキボーイ。いやもっとやっぱ鍛えてなきゃ、クロちゃんみたいに鍛えてなきゃダメだよね。それでなんでラレ
おって思うのは、うんうん、すごくみんなが興奮しているっていうのを感じたいんだよ。素敵。メガネありなし？いやできることならうんなしでわあしたいけど、うんでもまあいろいろ考えちゃう。まあでもメガネなんかはいらないよね。ああ、なしで。されたことは、あるある、プライベートでも。プライベートでもちじゃじゃなくに複数の人数ろん。あ、で。イエス。なんで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 、ニューハーフの彼女と、うん当時の。まあ、2人でも OK？ うん。二人にかけられたの？舐めたくないって言ってで、じゃあ顔に出すぞってどうだった？ちょっとね、目じゃなくて鼻の入ったんだ。入ってなんかみたいなそれを覚えてる。撮影では？撮影ではある、何回もちろん。撮影でどう？できればなんかこの間したの私の方が好きかな。臭いじゃん、ほとんどの方は仕方ない、私ビーガンだからタンパク質取れないといけないから、そこでビーガンが出てくるんだ。そこでなんかタンパク質取ればいいんじゃない？あとめちゃくちゃ好きし、私口使うのが大好きから、よりの方が好みかな。じゃあ飲んじゃうんだ。もちろん口入ったらもうペーするの意味ない。なんかまずかったらペーする。でもっとパイン食べてくれよって言う。パイン？外国人パイン食べる。美味しくする。パイン、オレンジ、フルーツなんだ。シトリスが多いもの。知らない知らない。じゃあ送るよ。お正月のパインのバスケットみたいな。パインと何を取るの？パインが基本けど。パインってパイナップルだよ。パイナップル、そうそうそう。多分グレープフルーツも大丈夫。そのシトリス系味変わるよ。私も現場の前パインとか食べたりするけど。そうするとが変わるんだ。もっとなんかさっぱりでフルーティーかな。まあもしかして気のせい？本当はそれはいいこと聞いた。食べて。僕ね、何の味も匂いもしないって言われちゃうんだよ。臭いとかまずかったって記憶ない。森くんは OK。 でもさ、それってさ、見てる人からすると臭いとか苦いとかって女優さんが言ってほしいわけよ。なんで私いつも甘いですねっていう。ああ、そっか。何かしらさ、味に匂いの引っかかりがないとさ、ちゃんと口に入れた感がさないんだよ。でも自分のもの飲んだでしょ。何味した？どちらかというとそんなにだから薄口だよね。だからもっとなんか出汁を効かせて、しっかり苦味があってみたいな。だからまあパインとオレンジね。イエス、ぜひ。はい。男性の視聴者すごい気になってるんですけど、行くことコントロール？それはね、なんか訓練とか多分コントロールだろう。OK。男優ってさ、合図があったら、例えばね、でそろそろ行っていいよみたいな合図があったら、30秒ぐらいで行けるのが一番ベストなのよ。こういうトントントンってされて、そう監督が OK ってね、随分尺は取れたから十分取れたからいいよ、いつでもいいよってなったらはいって返事して、そこからもう発射に向かっていくんで、30秒ぐらいで出すっていうのが一番スマート。遅くてもまあ 2,3 分だよね。でそれ以上かかると大丈夫ってなって、なんかちょっと空気が重くなってくるわけで、じゃあこれどういうふうにしてんのかというと、自分の中の快感をね、10段階で分けて、0から10に分けてね、10が発射、一番気持ちいいところ、で8が行きそうって感覚があるところ、でこの8になっちゃうと男はもう止められないのよ。行きそうってなったらもう8、9、10っていうのは一気に駆け上がっちゃう。なので7のところを見つけなきゃいけないの。どうやってそれ見つかる？経験でね、見つけていくしかないの。 OK。自分はこんくらいピストンしたら、こんくらいこういう刺激を受けたら8になっちゃうから、その手前の7で止めとかないといけない。それはスピード、激しさとか、あとはね、当てるところで言うと、男の人で気持ちいいのはまあだよね、狩りだよね、で裏、ここら辺をこすらないようなピストン、どっちにしても中で動いてるから当たっちゃってんだけど、それよりはもっとこっち側を当てるとかね。でもどうしてもぶつからない？ぶつかるけども、ちょっと角度を変えたり、当たりの圧を変えることでちょっとねずらすのよ。すごい。でもによるんじゃない？そう大変。によるし、自分のち具合、でもフルと、まあセミというか、ちょっと中みたいなのがあったりするのね。それによって全然当たるところもコントロールの具合も違うんだけども、経験値の中でこのどんな状態の時でも7を維持しておくと。難しそう。でもね、これができないと男優できなくて、7なら8に合図が来たら8に上げるのね。
8に来たら890でしょ、うん、で7でもっと時間が必要だよ、もっとあと10分ぐらいやってだったら、うん、8に上がんないように7で止めて6とか5に下げてくる、うんうん、そのどうやって下げるのかというと体位を変えるとか、あとはおっぱいをことでうんピストンの動きをやめるとかね、うんうん、体位を変える時も一回抜いちゃうことでクールダウンする。でそれで自分でやって OK。 例えば何、監督がこのシーンはずっと激しいピストンしてほしいとか、あれってやっぱり辛い男優さんとして。そうね、僕はね激ピストンあんまり好きじゃないんだけど、本当にね、でも毎回会う時に激ピストンボーイなんか好きそれはねな音が、役割というか、うん、自分のポジション的にはそれを求められるんだけど、うん、激ピストンしてるように見せるコツなのよ。オッケーオッケー。でそれはねどういう風にするのかというと、うん、ずっと激ピストンしてくれって言っても、うん、激ピストンをねただこういうさ、速いペースでね、うん、やったって見てる人はさ飽きちゃうわけよ。でも確かに、わかる、ユーザーとして。時間が15分とか20分ぐらいあって、それが全部同じ速さだったさ、やっぱり女の子の方の反応もさ、変わらないじゃん。ね、まあ、ずっとさ「あーあー」って叫んでるだけになっちゃうじゃん。同じ場所ずっと当たってるから。だから激しいところと実は激しくないところを混ぜてくんだよね。でもやってるよね、毎回会ってる時に。最初はやっぱゆっくりで、で各単位の最後だけ激しくするの。絡み全体の最後は、さらに激しいのを畳みかけるというね。テクニック。そうでもこれね見てる人も海外の人だったとしても最初ねやっぱゆっくりでいいの、止まってんだよね、本当にまあスローかもうストップだね。ストップもう入ってるだけいや本当にでも入ってるだけでもさ気持ちいい時あるでしょ。まあ人による気分によるまあそれでだんだん馴染んできたらちょびっとずつ動いていく。やっぱプロですね。その体位を変える前のところで激しくしていくんだけどもね、でそれはどのタイミングなのかというと、自分が激しく動いて女性の変化が生まれるんじゃなく、ゆっくり動いてるのに女性の方の変化が起きるっていうのがあるのよ。多分ねトン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 みたいなねゆっくりのペースでも女の人の体の中で気持ちよさがね多分高まってくると、喘ぎ声のね段階がワンステージ上がるのよ。でも演技と思ってない？その喘ぎ声。演技かもしんないけども分かんないけど、でも基本的にはさ女優さんってさ、男優のピストンに合わせてさ声を変えていくでしょ。だから男優のペースが変わってないのに女優さんの喘ぎ声が変わる時っていうのは、ガチの可能性が高いわけ。いやピストンでガチしか出ないよピストンは。もうね、だからそうしたらこっちのペースが変わってないのに女優さんの感度が高まった気持ちよさが高まったところにかぶせていく。そうすると体が高まっちゃったのにさらに刺激が強くなっちゃうってなると激しくなってって、そこで一番の盛り上がりを目指していく。素敵。そうすると激しかったって見せられる。でもいや難しい。だって私女優でしょ、いつでもいっちゃっていい。男優さんはやっぱコントロールしないといけないから毎回偉いなと思ってます。この7よ7 7目指しました。はい。デビューしてから何人ぐらい女優と絡んだことありますか？1嘘でしょ。ね大体ね、最近はちょっとペース落ちたけど、忙しい時期はね年間500現場ぐらいだったのよ。月に50現場ぐらい。そうすると600現場か。それで例えば純ちゃんと年に2回とか3回とかあったりするのを差し引いて、500人ぐらいでそれがだから20年、さらに特別な時があったりして、過去最高は1回ので15人を相手するって時あるでそれで15プラスそう15プラスってなると1万人はいるだろうなっていう。すごいで多分名前言いづらいと思うんですけど、そのなんか言い方失礼1万人1万人の中ではすごい女優とか印象的に残ってる女優さんいますか？いっぱいいるよ。それはいい方も悪い方もね。オッケーオッケー。でも悪い方がやっぱ残るよね。わかる。みたいなね。やっぱりその足蹴ってきた人は忘れないよね。まあねそれひどかった。忘れないけども、
いい人はね基本的に、僕はね何回も会う人が好きなのよ。っていうのはやっぱり純ちゃんなんかもそうだけど、初めましてだとさお互いに男優までに実は緊張してんのよ。わかるよ、バレてますよ。あ、バレてる？顔バレバレ。森くん緊張したと思ってなかった。もういいことしか聞いてない。もう緊張するんだよね。というのは初めて会って嫌われるかなの緊張もあるけど、そうキックされるかもしれないっていうのもあるけど、今はね僕がちゃんとギャラに見合った仕事ができるかなっていうプレッシャーを感じてるわけよ。それ年齢的に今思ってる？っていうか年齢的なのもあるけど、キャリア的に、例えば純ちゃんと会った時にさ、台本を見て、だいたい3回とか2回ぐらいあるでしょ、その中で自分が任せられている役割点があるのよ。あるある。一番行かせてくれとかね、一番激しくしてくれとかさ、今までで一番気持ちいいをしてくれみたいなね、ってなった時にそれはさ自分の能力ってよりは、女の人がどんな人なのかによるのよ。あとその日の気分とか体調、体調が悪かったり、気分が、不機嫌だったりするとさ、どうやったってさこっちが頑張ってもうまくいかないから、この人ちゃんと僕に仕事をさせてくれる人かなっていう緊張なのよ。でもわかる。真面目だね。真面目変態。いやいやだって真面目でしょねえ純ちゃんも。だけどもそれが2回目3回目になってくると「純ラブジョイ今日は気持ちいいぞ」みたいな、森くん見たら「今日大丈夫、もう大丈夫、スムーズ」でもスムーズじゃなかったけど森くんのせいじゃなかった。この前のこの前はね、でも始まっちゃえばねもうスムーズ。そうだからそういう安心感がある人とするっていうのは嬉しくて、僕が今までで一番会った女優さんは、キャリアが長いからだけど、畑野由衣ちゃん。大好き。一回会ったことある。ある。あと風間由美さん。風間由美さんはおそらく20年ぐらいの付き合い。デビューしてる。そうすごい。20年間さ定期的にする関係ってすごいよね。一般人の仕事でも、普通の会社でも20年ずっと一緒に仕事してる方いないんですよね。同僚で。畑ちゃんは13年ですけど、13年ぐらい、だから畑ちゃんのデビュー当初の初々しい頃から今のワイワイさ、リラックスしてる感じとかを知ってて、だからすごくね女優さんにね失礼かもしれないけど、すごく慣れ親しんだ元カノと久々にするみたいなリラックスなのよ。好き。それ失礼じゃないと。でも本人はどういう風に、でもあれいいね。わかる。なんかやったことある男優さん来たら安心感があるから、元彼氏な感じもある。お互いどういう風にしたらいいかだけじゃなく、どういうことが嫌なのかもわかるでしょ、であとはどんなことはしてこないだろうなっていう安心感があるから、だからもうすごいね、もう気持ちいい。いやわかるいい作品撮れる。そうなのよ。でこれから森くんはなんかどういう風に活動したいの？それはね22年23年やってきて、正直、男優の能力としてのピークはもう過ぎたと思ってるんだよ。42でしょ、男優としてのピークは30代中盤だったなと思ってて、でそれはキャリアも積んでいろいろ自分の中でスキルも身につけたし、体力もあるし、モチベーションもあるし、でもやっぱ40過ぎてやっぱ体力落ちてくるし、勢力も落ちてくるし、でそうするとやっぱあとモチベーションも下がってくるというか、これはね、年齢的なもので、僕の思い込みなんだけど、若いね、例えば18とか19、20歳とかの女優さんと会った時に申し訳ない気持ちになっちゃうのよ。でもがっかりさせたことないよ、仕事で。でもさ親父じゃんいや見た目は親父じゃないよ私に対してね、アメリカ人白人だって普通に考えたら20歳の子がさ40歳のおじさんとすることってないじゃん、もうお父さんに近い年齢の人とさするなんてさ考えられないじゃん。でも普通じゃないの？そうでは普通だけど、でもなんか申し訳ない気持ちになって、なんかすごく共感ができないんだよね。若い女優さんだと本当になんかお人形さんみたいに見えちゃって、だから純ちゃんみたいに若くてもすごく感情を出してくれたり表情がある人はいいんだけど若くてすごくやっぱ緊張してたりかしこまったり、あとはね性経験が少ない人は表現がないから、すごくなんかお人形さんを相手してるみたいで、あんまりね興奮できないのよ。プレッシャー。あれ私よくレズの初体験のレズ会期の現場によく呼ばれるけど、いやもうプロだからそうプレッシャーあります。それはあるよ。それはあるんだけど、なんかいい経験させたいからさせてあげたいよね。Yes
させてあげたいだけど自分の能力としてはピークを過ぎてるから、だけどもやっぱ好きなのは変わんないの。あ、もうよかった。それでいい作品撮れると思います。そうが好きでをするプレイヤーだった男優じゃなく、誰かに伝えるとかね、まあ、もしくは作るとか、何か違うアプローチからで関わる仕事をしていきたい。いいね。レッスンとか先生とかこういう風にやれば、まあ、そういう、YouTube でねテクニックを伝えるとか、あとはやってないけど出張ホストとかね。素敵。あ、いいと思います。そういったいろいろな活動のアプローチの仕方をして、何かしらそのに関わる仕事をしてたいなと。いいと思います。はい。はい。真面目ななんか最後ね。足の裏とかそう。これ最後の質問なんですけど。男優になりたい方に何かアドバイスとかありますか？男優になりたい方、僕のところにもね結構どうやったらなれますかとかね AV になりそう来るのよ。あとは会った人でもね男優になりたいんです。その人たちに言いたいのは、男優になりたいと思ったらすぐ行動。わお、好き。とにかくね男優は早く始めるに越したことないの。時間、そう、年齢が1日でも早く始めた方がいい。でも怖くない？なんか例えば顔バレとか。もうそんなの気にしてんだったらやんない方がいい。僕とかねシミケンとか、もう男優もう転職だぞみたいな人はまあ別としてね、男優を辞めて他の仕事をする人っていうのも結構いるわけよ。いると思いますね。大きなね企業ねすごくイメージを大事にするような、あとは身元をすごく確認するような仕事はできないかもしれないけども、でも男優でお金を貯めて自分で新しく仕事をするっていうことはねあり、全然ありで、そうそう女優さんもありで、その時にはね大体ね男優をやってた女優さんがやってたっていうのが、ちょっとねきっかけとしてね売りになるのよ。やっぱりねそれで話が弾んだり、どんな人なのかっていうのはある程度分かってもらえるから、それでいやそういう人とはもう仕事しないよって人はどっちにしても仕事を長く続けられない人だと思うんだよね。だから早く始めるに越したことない。私の現場に来てくれるかしら？来たいでしょ。No! 化け物ですよ。化け物。食べちゃうよ。ありがとうございます。最高でした。いっぱい面白い話してくれてありがとうございます。はい。森林くんのインタビューはいかがでしたか？インジョイできましたか？いいねをしてください。はい、コメントとチャンネル登録よろしくお願いします。で、今度いつ出すかわかんないんですけど、もしかして森くんのチャンネルに行ったら、このジュンラブジョイ見えるかもしれないので、ぜひ森くんのチャンネルもご覧ください。はい、皆さんこの動画をご覧いただきありがとうございます。See you!